した店長です。はい、釣り船のキョンキラー。今日は何？今日は釣った魚の内臓を抜きたい日頃ですよ。魚釣るやん。僕も釣り行ってね、内臓取って帰ろうかなと思う時ありますもん。それはなんで？で、なんか内臓ってやっぱりこう鮮度を悪くするなんか原因の一つなんちゃうかなっていうなんかあるんですよ。あ、それやったり、アニサキスが回ったり。そうです、いろんな理由ね。サバなんか特にな。そうですそうです。あ、わかるわかる。それが心配で抜いていこうかなと思う時はありますよ。その質問がめちゃくちゃ問い合わせで来てますので。ということで本日はフリキム中に内臓を抜きたい時どうするの？早速動画いってみましょう。レッツゴー。魚屋の釣り船ピッチピッチ TV 始まるよ。はい、ということで本日は鬼締めシリーズ第3弾、内臓を抜きたい時どうするの？はい、これについてですね、石田店長にちょっと聞いていきたいと思います。僕も思います、たまに。サバとかね。ということは、鬼締め中に内臓を抜いて持ち帰りたい方は、どこで抜きゃいいのとか、抜いてから冷解室に入れんのっていうことやな。あ、そうですそうですそうです。どっち？その疑問ね。その疑問です。 OK です。はい、じゃあちょっと教えてもらえますか？まず一つ目、はい、自分で一回考えてみましょうか。京介さんやったらどうしますか？京介が鬼締めを大前提とした中で、腹、内臓、エラっていうのを抜くならば、どうやって鬼締めを取り入れながらどこで抜くよ？でどうする？で、僕やったら釣れたらすぐ内臓抜いて、で冷解水に入れるかな。もう入れた？今入れた？あ、入れました入れました。抜いて入れた？あ、抜いて入れますね。言うたらエラと内臓も、はい、全部抜いて冷解水に入れる。ドン。はい。あれ、岩になられたんですか？ということで、今京介が言ったのは、魚が釣れました、ビチビチってビチビチ釣れました。ほんならクーラーボックスに入れる前に腹を割って内臓をボロンと、ボロン、これを出すと、これ入れるわけね。これは僕はちょっとおすすめしたくないのよ。理由はたった一つ。海水の中にはビブリオ菌っていう菌を代表していろんな菌が海水の中にも含まれてるわけでも海の中に住んでる魚たちはそんなことは大丈夫なわけよ。はいはい。まあ言うたら人間でも手洗いなさいよって言われてるのと一緒や。ああ、そういうことですね。菌はどこでもあるのよ。ありますね。あんねそんな大したことない菌。はい。でも言うたら極力その菌はつけたくないし口に入れたくない。入れたくない。っていうことはお腹を割ってちょっとでも身が見えてるところを海水に当てたくないんだよ。ああ、そういうことね。俺らで言ったらさ、今この状態や。この状態やから何も空気に触れてても痛くない。痛くない。痛くないやろ。でもちょっとピッと怪我したりするやん。包丁で切ったりね。ピッとね。ほんでそれで傷ついたらさ、俺ら今大丈夫やけど風吹いたら痛い。絆創膏ちょっとやとこなんで。でも取ったら風吹いたら痛い。痛い。そんなんと一緒で。ああ、そうか。そう、そっからは入ってきちゃうのよ。まあちょっと例えがおかしかったかもしれないですけど、要はお腹を割ったりエラを取ったりすると泳いでる時に海水が当たってなかったところまで当たっちゃうわけ。はいはいはい。ちょっと研究者じゃないんでわからないんですけど、わかんない。そういうのは絶対的に一つ言えるのは、腹割った断面なんて絶対海水に当たってない。いや、それは間違いないでしょうね。それは前言ってたずっと海で泳いでる魚、お前塩辛いかっていう話。辛くないやろ。辛くないよ。でもそれを入れたらそれが発生するわけよ。だからまずは冷やし込むこと。まず冷やし込む。まずしっかり冷解水で冷やし込むことによっていい魚が出来上がり。それがまず第一。やっぱり美味しくないと意味ない。でしっかり冷やし込みが完成したら鬼締めっていうのが決まったってこと。神経締めすることが鬼締めとか言ってるわけじゃないやんか。冷やし込むことがどんだけ大事かっていうのが鬼締め。でしっかり冷やし込んでもらって、冷やし込み終わってから内臓を開けた魚たちめっちゃむずい。いや分からんけど、お腹を開けたで内臓を取った状態ですと。なるほど。だから冷やし込み終わってから内臓を抜いてもらって、内臓抜き終わったらそのまま袋にポンです。袋にポン。もう冷やさないでください。冷解水につけてもね、クーラーボックスで冷やし続けるのはいいですよ。それはいいんですね。絶対、これ絶対冷解水はもうここでさよならですね。なるほど。ほなね、店長、アニサキスっているじゃないですか。はいはい、いますね。あれは大丈夫なんですか？それ食べてもらったらな、胃に行って穴開けるやつやろ。皆さん知ってんのかな。胃に穴開けるからめっちゃ腹痛いねんな。あれはもうずーっといくんでしょ。ほんでなどこある？ないですけど、ある顔しとったね。では次の説明、アニサキスがなんで映らないのかの説明しましょう。そもそもアニサキスが内臓、身に回る、もう内臓や。
内臓ここにペッ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 ってアニサキスおるやつおるわけよ。うわーかなわ。そうこの中でアニサキスはその魚から栄養を食べて過ごしてるわけだ。泥棒やねんか。まあ詳しいことは知らんけどアニサキス研究隊でもなんでもないしアニサキスが大好きでもないしアニサキスを研究したいわけでもないしこの内臓に入ってるアニサキスがなぜまず身に移るかここなんですけれどもアニサキスって温度変化にむちゃくちゃ弱い。おおそうなん敏感敏感めっちゃ敏感え言ったらさ地震の前の動物とかと一緒でざわつくねんやばいやばいやばいみたいなカラスがカーカー鳴くみたいに。あそうそうそうおそうなんか来るんかなみたいなはいはいなんかいきなり大雨来たりするやんはい来ます来ますそれと一緒でお釣り上げられて締められたりしたらもうこの中のアニサキスはおあ違うやばいなんかやばいこと起こってんの逃げろ逃げろとで逃げろ逃げろ言うていや逃げるとこって2しかないやんもうにしかねえぞ。ほんでこれなんでそうなるかって言ったら一番最初にこの内臓から魚って腐っていくやんそうですね。どうしても置いとったら内臓から腐っていくじゃないですかっていうことは内臓が一番変化してるところその変化が一番強いところにアニサキスがおるやんほんなら変化の少ない身の方に逃げるしかないなるほど。だから身の方にアニサキスがおるくーそれを鬼いじめ。そうこれですね。鬼締めすることによってお先に冷海水に入れちゃう先に冷海水に入れちゃったら、はいここの温度もしっかり冷やされて、はい温度が下がっていけば下がっていくほどはあアニサキスっていうのは活発じゃなくなるなるほど。は動けなくなるいはいは温度が上がれば上がるほどアニサキスが身にどうするのだから先に内臓を取ってああだこうだしてる間に、うん身が美味しくなくなっちゃうことよりも、うんこれをすることによってアニサキスは大丈夫やからいったのい。なるほどね。しっかり冷やし込みが終わってから出してもらってさっき京介言ってたみたいに割って内臓を出すでそのままもう冷海水には入れなくて袋に入れてクーラーボックスに入れておくこれで持って帰ってもらったらいつもより多分極上の魚で持って帰れるなるほど。それが大正解なんですね。とそれが大正解なんですよなるほどなるほど。いやでも店長ね、うんたまに鮮度もいいのにミニアニサキス映ってるやつあるじゃないですか。あれはどういうことなんですか。あれは生き物やからはい個体差があるのとどういうことかまではちょっと俺には分からへんけど、まあね研究者ちゃいますから、ん魚屋ですからね。はイカとかでも生きてんのに臭いやつもおるしもちろん魚でも生きてんのにアニサキスが入ってるパターンもあるわけい。まあでも確かに魚のポテンシャルってほんまに個体差ありますよね。人間界ってもうだんだん体力なくなってほんまに極限に死を連想するぐらいまでいったら多分もうズタボロやん中身がそういうことなんじゃないかな生きてただけっていうっていうことでその例外はあるとしても基本的にはこういう冷海水でしっかり冷やすことによって、アニサキスは、外には回らないとなるほど。っていうことともう一つ皆さん結構質問で聞いてくださってる、そのままずっと冷やし込むことって大丈夫なのってよう言われるよう言いますね。それって簡単に言うと氷の量だったり海水の量で海水の温度って変わるやんかそれはもう釣り人皆さんが自分が一番これぐらいの温度がいいなっていうのを指入れて分かるようになってくれないとそこまではちょっと分からないし、まあ確かに。季節によったりクーラーボックスによったりで保温の能力も違うし、ね全然ちゃうやん全然ちゃうのでそこまでは言えないんですけど一つだけ言うとすれば冷海水にずっとつけて帰りたいわけではないんですよほんまはやってるけどその冷海水にずっとつけてていいよって言っちゃってるんでそれずっとつけとったら悪くなるでしょ結局って言われてるやんはい。それはもちろん途中で見極めて抜く途中で見極めて抜くっていうはい目利きがあれば、いもっといい魚を持って帰れるわけですそうですね。でも僕らが言ってるのはずっとほったらかしでもあんな極上の鮮度で持って帰れるよっていう話、なので冷やし込みが終われば内臓を抜くのと一緒で冷やし込みが終われば出してもらってもいいですはい。釣り船民主党でございます。皆さんありがとうございます。今まで魚が釣れてもずっとクーラーボックスの中にポーンと放りっぱなしで家持って帰ってきて喜んでくれるやろ思ったけどお母さんらあんま美味しなさそうにするそんなことずーっと20年間続いてきたじゃないね。神経締めしても冷やし込み浅くて魚美味しないそんなことずーっと繰り返してきた釣り人はでもね我々今回鬼締めというのをもっと日本全国皆さんに知らしめたいこれで美味しいお魚全員に食べてほしいんですよ。そのためには僕に権利くださいよ西さんに権利ください清き一票くださいよチャンネル登録してくださいよ。何がいいの気をつけお前な、はい、長くていいのは、うん持続力と女性の髪の毛ぐらいやぞ鬼締めまだ知らない方にも広めたいんですよ僕広めたねね、うんそのためにも私たちに清き一票と言わずにこれでチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょうチャオよしよかったあじゃあ選挙行こう釣り線民主党入れてやちゃんと一票チャンネル登録してやOne strike and it's over, no room for doubt or talk.
see it in my moves, got them all hypnotized. When you share this only G-Man, watch the light in their eyes.